いうことでちょっとシリーズ化しましたね。はい、ありがとうございます。はい、その後どうですか？まあまだまだですね。はい。申しこれ訳ない。毎回僕は同じような編集をしないといけなくなるんですけど、ちょっとなかなか進化しないですよね。もうオープニングから進化してますね。すいません。はい、ということで、今日は何があるんでしょうか？はいはい、じゃあ行ってみましょう。どうぞ。前回ちょっと刀なかなかうまく抜けなかったので、その後のお題としていわゆる型入れってこういうやつでそう稽古していただいて、いわゆる真ん中作って、肩を回してるというよりは前後にスライドさせてる。体がどうしてもこうくっついてるとこうなる。中心があればきれいにこうスライドするっていうんで、あれからずっと稽古していただいてたみたいなので。これがおできになるようになる。もう一つちょっと別の角度からなんですけども、今度は今割ったやつを今度割らないで使うというか、体を使うということで津田さんの出番です。前中でやった首絞め、この状態でですね、ちょっと私結構難しくするために指立てていいですか？この状態。これちなみに護身術じゃないですからね。護身術でこんな護身術的なこれこうしろとかこうしろとかいろいろこうしろとかいろいろありますけど、この状態なので、この状態でもう声が変わってると思います。今彼私の喉仏を押さえていますから、もうきついね。これ以上顔は前に出せないんですよ。で墨を今度は1枚、念のために1枚も強化、1枚を強化、左右の割りと1枚と使い分けをできる。普通にやりますと、でも普通にまず普通に首絞めていいです。ぐっと首絞めて、なかなかですみません、ポイントとして半身になってると思ってるんですよ。墨落としをかけたいので、こうされるとちょっと難しい。すみません。この状態で頭もしっかり締めてていいです。この状態でさっきちょっと喉仏を押さえてもらったから悪い手本ができなかったんですけど、ここになっちゃう。自ら締められにいくじゃないですか。そうじゃなくてこの状態で墨落としをちゃんとこう体がそこだ。体元に戻せばこのままですから。墨落としがかかる場所。ちゃんと。もう皮生えてるけど大丈夫ですか？ちょっと待って。本当にこうしっかり広い黒さをしっかりとオーバーに取ってあげて、崩れるポイントがありますからね。そこを全身で覗き込むような感じです。ちょっと私の背中触ってるので、ちょっと親指出して、普通の首絞めですね。この状態、しっかり締めていいよ。この状態で、これが上がりますよ。首使ってって、私でもくれる。そうじゃなくて、このままそこだ。今の要は作ってその半身のポイントです。なんかいつも取られてるんですよね、すでに。もう不利なところにこう行ってしまって、軸を思い出して、最初からスッと軸を立てて軸を合わせる。ちょっとこの時点でもうすでにこう今これベスポジじゃないですか。これをもうすでにこう取られるんですか。ここを
からなんかこう処理が自分ができなくなっちゃうんですよ。もうちょっと後傾した状態で、もうそういう時じゃあこう戻す必要があるっていうか、そこからのこうそこも課題ですね。わかります。ちょっと今手が止められる。すみません。ちょっと今ベストポジションでありますから。ちょっと見えるかな。こっちに体傾けれますか。これ今ベストポジション。今ポジション。これ大丈夫。もうこれ。肘張りじゃないけど、ちょっとこう詰められて、ちょっと重心プラスされるともうできない。できなくなって。またそれ別の問題ですね。ここに自分でセットしろって言われたらここにセットするので、あとちょっと待っていいですか。っていうことだったらちょっと話変わる。これ形ができてるんで、ここにただそれをじゃあ僕がやってちょっともうポイントがずれちゃってできないっていう、それもなんか根底にはあるんですよ。それはまた別件で稽古します。はい。でもとりあえずもう一回確認のために。よしよしよし。僕は大丈はい、ということで締められましたね。夫。いいように上がりました。はい。またちょっと自分の課題がいろいろ見えてしまいましたね。そうです。以前やったその取られるんじゃなくて取らせるっていう部分もあり、中心もあり、いろいろ一つじゃないからですね、要素が。根源的なところの時間がみたいな気がしますよね。そうですね。何が悪いんでしょうか。すべて結構ができますよ、これから。はい。頑張ります。すみません。今ちょっと泳がせようと思ったけど、もう僕が限界でした。ということで、この動画はどれぐらいの人が見てるかどうかわからないですけど、よかったら何かの足しにしていただければと思います。みんな思ってるはずです。はい。何を思ってるはず。なんか足しになればいいなって思ってるから。いや、やっぱ同じような悩みを持っていらっしゃる方は絶対いらっしゃると思います。そうです。はいすんげえ力強い人ですね。隠して耐えようっていうことではないので、しっかりこう中心線を合わせて崩せるかどうかっていうところの検証にちょっと使っていただければいいんじゃないかと。なので、皆さんもぜひ稽古の中でよかったらチャレンジしてみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。